康料理研究家、タイ在住野菜ソムリエプロの青です。今回はタイの代表的な料理の一つ、青パパイヤのサラダ、ソムタムを紹介します。屋台での作り方や、臼がなくても作れる方法、オリジナルのソムタムサラディのレシピ、そして青パパイヤがない場合に代用するびっくり食材など、盛りだくさんでお届けします。どうぞ最後までお付き合いください。ソムタムってなぜかビーチで食べることも多いんですよね。パタヤやラン島、サメット島でビールを飲みながら食べたソムタムガイヤンカオニアンは最高でした。いかにもタイらしい光景ですが、その発祥はラオスやタイの東北地方とされています。タイの東北地方はイサーンと呼ばれていますので、この動画ではこの後イサーンという言葉を使っていきます。ソムタムのソムというのはタイ語でオレンジのことですが、この料理にオレンジは使われていません。ソムはラオス語で酸っぱいという意味で、タムはクロックという臼をコンコンと叩いたりついたりして料理することを言います。ソムタムで使う臼は石ではなく素焼き焼きでできているものを使います。石でできたものはクロックヒン、素焼きのものはクロックティンパオ、木でできたものはクロックマイと言います。先日、アラインアプラテートのウォーキングストリートでソムタムを買った時に撮らせてもらいました。ここで使っているのはクロックマイのようですね。この後作る様子を見ながら材料などをチェックしてみましょう。いきなり入れている白い粉はうまみ調味料ですかね。お砂糖ではなさそうです。一瞬のうちにニンニクが入りました。長ささげもさりげなく入ってます。トマトを器用にカットしています。唐辛子、これがペッタマダ、普通の量のようです。マナオの果汁、これが砂糖、ヤシ砂糖です。こんな色をしています。これはもしかしたらパラーという発酵調味料ですね。入ってたんだと今頃驚いてます。ナンプラー、ピーナッツと干しエビ。ここで材料をよく混ぜ合わせます。そして青パパイヤと人参を千切りしたものを加えて、この後よく混ぜ合わせます。ソムタムの始まりはラオスやイサンと言いましたが、バンコクで最初に食べられたのは1900年代半ばという記述が最初です。戦後、ムエタイスタジアムが完成して、地方から多くの人が集まるようになり、その周辺で食べられるようになって広まったそうです。ところが、イサンの人たちが食べるソムタムは辛くて強烈で、バンコクの人の口にはあまり合わなかったようで、都会らしいアレンジがされました。一般にバンコク語や外国人が食べているのはソムタムタイというシンプルですっきりさっぱりしたものです。今おばさんに作ってもらっているのもソムタムタイです。イサンの人たちが好んで食べるのはプラーラー、パラーと呼ばれるナンプラーより強烈な発酵調味料を使ったソムタムパラー、時にはサワガニを混ぜたソムタムプーパラーです。どうも日本人はお腹を壊す人が多いのであまりおすすめしにくいのですが、この美味しさに目覚めてしまうと、ソムタムタイは物足りなく感じるようです。最近はパラーも工場で作られた商品がありますし、カニもいいものを使っているところがありますので、小綺麗なレストランで食べるなら問題ないかもしれないですね。簡単に作ってみた時の動画で復習しましょう。スリン出身のミーナーちゃんに手伝ってもらってます。ソムタムのクロックが石でない理由は、石だと硬すぎて材料が全部潰れすぎちゃうからと思っていましたが、今回作ってよくわかりました。クロックを使うのは、パパイヤを柔らかくしたり、ニンニクや唐辛子を潰して溶けにくいヤシ砂糖をしっかり溶かす役割があります。そして材料をよく混ぜ合わせるためでもありました。このクロック品は比較的大きいサイズですが、
それでも料理しているとはみ出しちゃいます。だから軽い素焼きや木でできた大きなクロックが必要なんですね。では、家庭にクロックがない場合はどうしましょう。私のおすすめは、ソムタムのタレをあらかじめ別に作ってしまうというものです。青パパイヤは叩かないと硬さが残るので、水につけて柔らかくします。まずはタレ作りから説明します。クロックがなくて困るのは、砂糖をうまく溶かして他の調味料と混ぜ合わせるのが難しい点です。特にヤシ砂糖は溶けにくいのですが、加熱するとすぐ溶けます。そこでナンプラーと水と一緒に火にかけます。鍋を使っていますが、電子レンジでもいいでしょう。火を止めてマナオ汁を入れます。マナオを一緒に加熱すると香りや酸味が飛んでしまいます。最後にニンニクと唐辛子を加えて、これで基本のタレの出来上がりです。では、ソムタムサラディの作り方を伝授します。普通のソムタムと違うのは、ピーナッツの代わりにカシューナッツを使い、長ささげの代わりにサラダ菜で緑を入れます。そしてビーツを加えて全体にピンクに仕上げます。青パパイヤをソムタムピーラーで千切りにします。力を入れるとくっついてしまいますので、軽くさっさっとするのがポイントです。人参も同じです。分量分を削ったら水につけます。分量が感覚でわかるようになったら、直接水を張ったボウルに入れるといいでしょう。マナオは薄切りにしてください。ビーツも同じくピーラーで千切りにしておきます。マナオのスライス、ビーツ、青パパイヤと人参、サラダ菜、カシューナッツ、トマト、ソムタムのタレ、これらを混ぜ合わせれば出来上がりです。材料さえ揃っちゃえば簡単ですよね。いやいや、そうは言っても青パパイヤがないと作れないのよっていう悩みもありますね。いつもキュウリか人参で代用してと言ってますが、それはそれでソムタムだけど別の料理なんですよね。そこで私が考えて、青パパイヤにかなり近い食材を見つけました。なんと、じゃがいもなのです。じゃがいもを生でというとびっくりされますが、実は食べられます。よーく洗って水が白く濁らなくなれば大丈夫で、サラダに使うこともあります。ただ、食べ過ぎは良くないかもしれないし、心配な方もいると思うので、湯通ししてみました。それでも食感はしっかり残りました。千切りはあまり細すぎない方がいいようです。水分をしっかり切って、ただしその後に長く置くと黒くなりますので、すぐ調味料を混ぜましょう。後の作り方はほぼ同じです。人参やトマト、ナッツを入れます。最初に作ったのが地味だったので作り直しました。いかがでしょう？これはぜひ試しに作っていただきたいです。そして感想を教えてください。お送りいただいた写真や動画をこちらで紹介していきたいとも考えています。皆さんとお互いに情報交換って感じでこの YouTube を利用できたらなとも思います。この動画が面白いと思ったらいいねボタンを、チャンネル登録もしていただくと嬉しいです。ではまた次回。サワディーカー。